はい、地球の模型南條です。今日もとくん来てくれてます。はい、お願いします。お願いします。今日は長丁場編ですよ。早く返してくれよみたいな顔してますけども、筋彫りを模型に彫るときに、最近の模型最初からモールドって必ずもうほぼ彫ってあるじゃないですか。でそれの幅に合わせて追加で彫りたいってことがあると思うんですけども、その幅をどうやって皆さん測ってますかと。測るのって結構大変じゃないですか。例えば物差しに当ててみても0コマ何ミリは分からないし、円のそのモールドも増えてきてますから、でこれを直径測るっていうのもなかなかの円って難しいですから、そういったものを測る便利グッズのご紹介をね、そういったところでじゃん、配給パーツさんから今年の5月発売予定なんですけども、マイクロゲージっていう、これ見てもらったら分かるんですけど、なんか線がいっぱい書いてますよね。これがですね、模型にこのカードを当てることで何ミリのモールドになってるか測ることができると。これ実際こうやって透明です。ほら、だから模型に当てるので、この黒い線もねめちゃくちゃ薄いんですよ。曲線にもほら対応しててすごい薄いです、ね、曲面に合わせてこうやって当てて、これ何ミリだなってやつで、これ一番細かいところでいくと 0.05 からこれなんかもはやモールドというかねだから 0.05 から 4.3 ミリっていう、もう模型で必要だと考えられる幅全部このカードに入ってますよと、そういった便利グッズです。今回はですね、ガンプラのハイグレードとマスターグレードをお客さんからもたんまりお借りしてますので、これを一個一個測って皆さんにお伝えしようじゃないかと、そういう企画でございます。それではお楽しみに。というわけでですね、これすごいね、すごい絵になりましたね。すごい絵になったね。これ僕どこにいるでしょうか。ここですもうなんか立ってるっていうね、これあれですよ、地球のより在庫いいんですよ。これみんなお客さんに借りたんですか。これお客さんから借りたやつです。これね、皆さんおいこれ全部調べるのか。そうですね。そうかなんか並べてみるとなんか分かる、この重圧ね。これあれですから、今この目の前にあるキットだけじゃなくて、これどかすとですね、調べるところがまだここにもあるんですから、これはやばいよし、やっていこうか。どういうルールでいきます？そうですね、表面に出てるモールドを全部測って、そうですね。で何ミリが多かったか正の字つけて、そうですね。ランキング形式みたいな。そうですね。そんな感じでいきましょうか。いや、こうやってあれですね、見ると新旧入り乱れてますね。そうね、新旧入り乱れてるんですよ。これとかだってもう超レアですからね、これ。トーラスカスタム、懐かしいですね。僕はあれですからね、劇場版でノインが一番強いと思ってますからいいね、なんかこうやってやってる間のなんか思い出話もね出てきそうですね。そうですね。では測っていきましょう。測っていきますか。頑張ります。はい、じゃあまず HG からいきたいと思います。何でもかんでも測るというよりは、彫るであろうモールドを測っていきますから、最初だけ測り方をご説明すると、このカードに合わせてなんか 0.4 ぐらいかなとかこう分かるわけですよ。あとはこういったところの3ミリ系って分かってるんですけどね、こう例えばの話なんで、そうですね 2.7 とか 2.8 ぐらいだなとか。これだと最初から円で切ってあるマスキングテープとかあったりするんですけど、そういうのを選ぶのにも利用して使うことできますよね。いやすごい便利だと思います。一回僕使って模型やったんですけど、すごい良かったですよ。飛行機の模型作ったんですけどね、これで測ってやってみたらすごくどの厚みの筋彫りを使えばいいかっていうのがすごく分かりやすかったので、こっちのぶっといの特にやってくれてもいいんだよ。やらないです僕の企画じゃないですよ。そうなんかちょっと特に押し付けられた風に言ってるけど全然自分がこう手を挙げたみたいなはい、1個目終わりました。このペースでやめよう、考えると怖いアメイジングストライクフリーダムガンダム。アメイジングストライクフリーダムガンダム終わりました。次ギャンスロットいきまーすビクってギャンスロット終わり。続いてジールシファーいきます。
あ、でも結構冗談抜きで分かってきたな。なんかこれ多分ね、最後の頃ぐらいになると絶対分かってくる。あ、これ 0.3 だよジールフシファー終わりです。ニューガンダムヘビーウェポンシステム装備型。これ何も小説の話？ヘビーウェポンなんてあったっけ？大体ガンダムってフルアーマー化しますもんね。そうねチョバム的なね。そう。はい、ニューガンダムヘビーウェポン終わりました。モビルドールメイン。これ最終話まで見てないんよね。これもはやこれ何？ベースのガンダム何？電子生命体だって。よし、行きます電子生命体と言われてしまっては眠いよはい、モビルドールメイン終わりました。 V2 ガンダムです。スタンドアップスタンドアップこれさ、昔このハイグレードでこれさ、いくらだと思うと1500円だよ。安っ。マスターグレードで2500円とかだったもん、大体。早くスタンドアップスタンドアップスタンドアップあながちそうかなって思ってきたのが、宇宙世紀のあれでなんかちょっと違う気がする。やっぱニューガンダムってめっちゃでかいじゃん、そもそも144分の1、V ガンダムってちっちゃいじゃない。それによってのなんか影響がすごいあるような感じがする。ああ、まあそうでしょうね、それは。ね、そうだよね、普通に考えたらまあそうかって感じは、まあだって144分の1でいくと 0.2 と 0.3 ってすごい差だよね。そうですね。144倍したらね、そりゃ違うわ。はい、V2 ガンダム終わりました。ちょっとペース落ちてきてるなはい、続きましてガンダム00シア、あ、違う、分かった。ガンダム00シアクワンタ。00急になんか帰れま10になってるっていうそうですよ、これ帰れま10。そうそうそう、あれでしょ、筋彫りランキング10位当てるまで帰れま10みたいなガンダム00シアクワンタ終わりました。続きましてモビルアーマーハシュマル。モビルアーマーですね。モビルアーマーですね。ハシュマル終わりました。はい次00スカイ。はい、サンダーボルトの量産ザクです。これはあかんでしょ漫画だってもうあれモールドの嵐だよこれはなのだ、つらいこれはつらい。地球堂の本棚サンダーボルト全巻揃ってますから、1時間100円で読むことができますはいサンダーボルトザク終わりました。意外と少なかったね。っていうかね、掘り込みなんかこう凹凸がすごくてね。ああ、なるほど、筋彫りではなかったGN アームズいやいやでね、お客さんにはすごい感謝してるんですよ、本当に。じゃあ今回ご提供していただいてるんですよね。そういや本当ありがたい。GN アームズエクシア終わりです。エイジの G バウンサー。G バウンサー終わりです。ジムスナイパー2。はい、ジムスナイパー2終わりです。懐かしいですね。ガンダムレオパルト D ですよ、これ。この頃だからまだあれですよ。どんなアニメか中身も知らずに見た目だけで買う。ビデオが出るまでわからないっていう次はガンダムアスクレプス。ウィングって言われるとなんかちょっとね、全然なんか雰囲気が。これ僕ドンピシャ世代ですね。あ、そうなんだ。これは何で情報を得るの？ボンボンですね。ボンボンだ、ボンボンだ。コロコロがミニ四駆だ。ボンボンだ。懐かしい。ガンダムアスクレポス終了です。ガンダム LO ブースター。確かパイロットが主人公の兄なんですよ。そういうボンボンっぽいそう、昔の説明書ってこうやって漫画載ってるもんね。あー、すごい。なんかその感じいいな。いいよね。その感じいいな。はい、
エルボーブースト終わりました。次ガンダムグリープ。ガンダムグリープ終わり。はい。もうかっこいい。ハイドラガンダム。ハイドラガンダム終わりです。ガンダムジェミナスいきます。はい、次はトーラスカスタムいきます。これはですね、見つける方が大変なキットですね。これのシリーズ結構いろいろあったんですよ。天空のエスカフローネとかね、覚悟のすすめとかね。覚悟のすすめ知らないご存知ないです。ご存知ない天空のエスカフローネはオープニングが良かったよね、曲はね。いやー、本当に。聴いてるだけで泣けるみたいな。菅野陽子？多分ね、菅野陽子が好きなのよ、僕は。菅野陽子は本当にやばい。ターン A もだってなんか何聴いても泣いちゃう。ラーゼホンとか知ってるアニメ。あ、わかります。あれのオープニングとかもやばくない？ヒロインの女の子の血が青かった時の悲しさね。なんかただただ悲しいアニメだったね、あれね。そうですね。だから人類が保管されるか、モヒカンになって生き残るかやばい言うかみたいな。とんでもない二択です。そうそういう時代を生きましたね、一瞬でも僕たちはね。はい。それではクシャトリアいきます。でかいっすね。でかいね。4枚羽。クシャトリア終了です。はい、とっくん。はい。HG 最後ですよ。ペーネロペ。かなり最新キットですね。そうですね。今まで何体やりましたっけ？23体目ですわ。HG。これで終わりですね。これで終わりです。もう外新聞配達のお兄さんが走ってましたね。いやー、でかいよ。まだありますから早く行きましょう。はい。はい。僕ね、小説をね買って読んでたのよ。ほう。小説のね一番やってはいけない読み方をしてしまって、ほう。パラパラパラってめくるとその挿絵が入ってるじゃない。ああ、そうですね。挿絵で、ハサウェイってなっちゃって、あ、結末の見えちゃったのよ。シーンがもう全く読む気なくなってしまって。というわけで HG 全部終わりましたね。はい、お疲れ様です。です。じゃあ続いて HG ですか。HG じゃない、眠て続いてマスターグレードですか。そうっすね。いやー、頑張りましょう。はいはい。レック。それでは今からマスターグレードいきたいと思います。ターン A からね。ターン A 終了。はい。続きましてギャンいきます。ギャンないぞ。ちょっと待って、ギャンないぞ。ギャンのモールドほぼなし。ギャン終了です。続きましてマラサいきます。あ、アメリア大喜利みたいになってるよね、ジェリドの最後はね。貴様は俺のさあ、その続きに来る言葉は何？マラサイ終了です。これめちゃくちゃパッケージかっこいいよね。かっこいい。いいなぁ。めちゃくちゃかっこいい。なんだ後ろにちょっとレオパルドのつるがあるんですね。いや巻き込まれてる。決して手を抜き始めてるわけじゃない。ガンダム X 終了です。ストライクフリーガンダムです。あー、やばいな、これすごいわ。このストフリはすごい。アニメの映画で例えるとメタルクーラー1体倒した後に100対1平成を走ってくる感じだよね。これは無理だっていう。あれさ、終わりの15分であれだったから俺今日帰れるのかなって映画館で見に行ったのよ。帰れるのかなって思ったもん、本当に。
あれそろそろ2時間経たないっけって思ってね、びっくりするぐらい100体は弱かったね。巻きがすごかった。そう、振り終わりです。次フルバーニへ行きます。ほいフルバーニア、ほいマスターガンダム。紹介が雑になってる。はい、次はマスターガンダム。逆ですだから。マスターガンダムいきます。アレックスの盾を見るとさ、炭酸ジュースを思い出さん。アンバサみたいな。文字がアンバサそうそう、文字がアンバサ。全シリーズの中でこの自体はこのアレックスだけだと思うよ。アンバサ起用してる。アンバサ起用したのは。バーニー。あー、あるが。バーニーってアレックス終了です。続きましてセラビーガンダム。はい、バーチいきます。多分あれなんですよね。だからピッカーって鳴くネズミだからピカチュウで。そうだね。そういうことだよね。トサキンと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 言いますからね。やばいやばい、何でも笑うゾーンに入ってきて今。ガンダムバーチ終わりです。シナンジュスタイン。はい、シナンジュスタイン終了です。バルバトスルプスレックス。かっこいい。オルフェンズのなんか全部好きだけどね、腰から蹴り入れられたらなんかもうやられちゃいそうなこの華奢な感じ。はい、バルバトスルプスレックス終了です。ジオリジン版。かっこいいね。かっこいいですね、これがまた。はい、ではガンダム終了です。はい、続きましてバウいきます。ボーン100とか RE100 といってね、100分の1のスケールの中でもパーツ数が少ない100分の1あ、そうなんですか。っていうコンセプトなんですよ。はい、バウ終了です。続きましてコアブースター。オリファーさんすぐ真似するっていう。そう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 、オリファーさんね。オリファーさんはね、多分メガネキャラで一番強いと思うよ。はい、ではコアブースター終了です。鉄のオルフェンズガンダムビダール。ビダールかっこいいよね。かっこいいですね。よし、ガンダムビダール終了です。続きましてヒールバスターガンダムアストレイよね。あー、なるほど。これあれかな、ゲームキャラなのかな。てかなんか今までとちょっとパッケージの雰囲気違いますね。ね、なんとなくなんか懐かなんかね、その当時流行った感じの。なんとなくちょっと違いますね。うん、違うね。本当だ本当だ。これはこれはなんと隣のかまぼこ屋さんが仕事し始めたよ。やばいってこった。なんてこった。ところが残念、地球堂は定休日なんです。特訓。なんてこった。なんてこった。ヒールバスターガンダム終了です。あ、ケルディムだね。はい、ケルディムガンダムです。僕はね、長距離タイプが好きなんですよ。遠距離タイプが絶対に外さないマン。好きなモビルスーツにジムスナイパーが入ります。あー、わかる。かっこいい。うん。
キルディンガンダム終了です。はい、続きまして懐かしいですね、とっくん。これプラモ京志郎専用モビルスーツですよ。パーフェクトガンダムです。これがパーフェクトジオングと戦うんだっけ、それともパーフェクトジオングは MSV なの？多分パーフェクトジオングと戦うんじゃないんですかね。ねえ、後ろ一応立ってますしね。本当はね、パーフェクトガンダム VS パーフェクトジオング。それではパーフェクトガンダム終了です。いやー、とっくんラストですよ。いやー頑張りましたね。ー、何時間ぐらいかかりましたかね。3時間ぐらいやってるね。びっくり3時間かよし、最後の力を振り絞って頑張ってみましょう。ネオジオング作ったのよ。あれはすごかったシナンジュの HG が中に入ってるんだけど、そのパーツの細かさとネオジオングのパーツの大胆さの緩急の差がすごすぎてなんか集中力がなんかバカになりそうだったなんかもうサクサク作れるところと、なんでこんなに終わらないんだっていうぐらい細かいのと、もうなんかすごかった緩急がはい、というわけでとっくんお疲れ様。全部終わりました。お疲れ様です。よし、でここからですね、どの幅のモールドが一番多かったかっていうのを、ハイグレードとマスターグレードと、あとは時代背景とともに何か気づくことなどなどありましたらっていうので、今から集計していきたいと思います。はい、というわけでね、とっくん終わりましたね。お疲れ様です。お疲れ様です。そうだからもう3時間ですか。そうですね。もうたっぷりと、真面目に、サボりもせずで結構面白いことが調べて分かったかなと思うんですけど、ハイグレードの方がですね、一番よく使われている幅ね、これは 0.3 ミリでした。1位がね、で第2位が 0.2 で3位が 0.4 で、その次 0.5 ということで、この 0.2 と 0.3 なんですけれども、たかだか 0.1 されど 0.1 というか、全然シャープさが全然違うので、目では分かりました。0.3 と 0.2 の違いがね、どういうところに多く使われてたかっていうと、 0.3 はどっちかというと途中で止まってる系のスイッチ、なるほど。だからパーツで言うと分かるね、ここら辺にこうクッとなってるような、これが 0.3 です。で 0.2 ってどっちかっていうとこう最後まで書かれてたりとか、端から端までこういう感じでね書かれてるやつが多かったかなと、そういった印象です。で続きましてマスターグレードなんですけども、マスターグレードだとやっぱりサイズが大きくなるからね、筋彫りの幅も必然的に広くなるのかと思いきやですよ。1位が 0.3 で2位が 0.2 で3位が 0.4 で、その次どんぐりのね背比べみたいなもんで、もほんとわずかな差で 0.6、0.5 という感じになってます。これだから HG のハイグレードと一緒なんですよ。そうですね、ほとんど。でこれはなんでかっていうのが、僕の個人的な見解ですけども、100分の1だからパーツ数が増えて、144分の1だと彫ってるモールドが100分の1ではそれが別パーツとなって、で上からこうパーツを重ねて組んでいくわけですよ。こういうとことかもそうですよね。このパーツとこのパーツが別パーツになってて、合わせることで隙間ができるから、彫り込まなくてもパーツを重ね合わせていって自然にその境界線がね分かれていっているので、そこじゃないところを彫るってなるとやっぱり 0.3 とか 0.2 のその細いね線になっていることが多い。だからそれ以上太いモールドはもう別パーツになってはめてる。あとは段差になってるモールドが多いですね、100分の1は。なのでなんかそういう風な意味では、筋彫りで初めて、ガンプラメインでやるんですけどっていうんだったら 0.3 を買っておくのが一番いいのかなという感じがします。でその次にちょっとシャープな線描きたいんであれば 0.2 とか、それがこのマイクロゲージで分かったわけですから、これやっぱすごく便利グッズかなと。今回はしなかったんですけども、ここの円形のね幅もこの子調べることができますので、これは全然持っててもいいんじゃないかなと。今回材料にしたのはガンダムだけなので、それ以外で言ったらスケールモデルも全然いろいろ測れますから、近くにあって困らないというか、その筋彫りとかされる方がね。はい、というわけで、お値段なんですけども、これまだ発売前なので、予定価格ではあるんですけど650円ぐらいで出せるんじゃなかろうかという段階でございます。で発売は5月を予定にしてますので、これいいなと思った方は配給パーツさんのホームページだったりとかこまめにねチェックしていただけたらと思います。はい、
はい、まあそんな感じでね、久しぶりに長時間体制でやりましたね。そうですね。弓道チャンネルで一番長かったのが筆塗りのね、あれが4時間ですか。まさかの工作をせずただ測っていくだけで3時間というね、なかなかの記録を出してしまいましたけども、まあどんな風にバッサリ切られるかも怖くて仕方ありませんが、これ一人だと多分ちょっとどっかで精神が病んでいったんじゃないかこれがね本当皆さんのお役に立てればと。だから 0.3 がどのメーカーも出てる理由がはっきりと分かったね。そうですね、やっぱり 0.3 なんだっていう、改めて気がつくところもありまして、はい、それではこんな感じでね、早く寝ましょう。はい、では面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。であとですね、筋彫り関連で例えばこんなんが出るといいなとか、こんな便利なグッズありますよとかね、なんかそんなのも教えてもらえたらと思います。こんなんあるといいなっていうのは機会があったら、そういうのを出してくれそうなメーカーさんにご連絡しますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。こんな感じで終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いやー、測ったね。解散もう寝よう間違いない。